コンケイクです。今回のテーマは、Not 恋愛。あなたの評判と噂です。恋愛以外のあなたへの評判と噂を見てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノロマンカードを使用して占っていきます。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の評判と噂ですが、あなたに対してポジティブな気持ちを持っている人が多いようですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去です。忍者の聖地ですね。自分の好きなことを追求していた時期で、一人の方が落ち着いていたっていうことですね。あなた自身は好きなことをしていたので、特にですね、周りの人と足並みを揃えなくても、一人でいろいろ楽しくやっていたっていうところがあったのかもしれないですね。で、ただですね、あなたは一人で落ち着いていたっていうことなので、別に他者とのですね、関係性もそこまで築いていたのかって言ったら、微妙なところではあるんですが、周りの人からはですね、尊敬する人として慕っている人がいらしたっていうことでですね、あなたのその自分をちゃんとですね、貫いているところとか、経験値の高さとか、いろいろとですね、やってのけるところっていうところをですね、評価している人がいたっていうことですね。で、尊敬しているっていうことなので、あなた自身のその人間性とかですね、頑張りとかをですね、ちゃんと見ている人がいたっていうことですね。では現在ですね、運命の輪の聖地です。良い方向へ転換していくときですね。隠されていたことがやがて明らかになるということなので、これもですね、隠されていたことっていうのは、いい意味の方だと思いますね。運命の輪がですね、いう方向に回っていくということなので、あなた自身の知りたいことですね。そういったところも明るみになっていくっていうことなんだと思いますね。そして周りの人がどう思っているのかっていうのがですね、話が合うなとかですね、良い印象だと。そういうふうに思ってらっしゃる方が多いっていうことなので、現在もですね、人間関係としてはとても良好かなと思いますね。過去の時よりは、あなた自身もですね、人と接する機会も増えているような感じがしますね。この感じだとですね、輪っていうのがですね、そもそも人とのつながりを表すようなイメージもありますから、あなた自身が今は人とですね、関わっていこうというふうに思っていらっしゃるっていうところがあるかもしれないですね。それによってですね、他の人たちもあなたのことを、いい人だなと、素敵な人だなというふうにですね、思ってくださってるっていうことですね。では未来ですね。ワンドの2の逆位置です。人生において新しい領域へと移動していきます。ワクワクと緊張感のある状況っていうことですね。あなた自身がこれからですね、新たなステージへと向かっていくということで、それはですね、もしかしたら生活環境自体が変わっていくのかもしれません。例えばお仕事をされている場合ですと、転職だとかですね、はたまた、そうですね、転勤だとかですね、そういったこともあるかもしれないですね。もしくは、あなた自身がこれまで頑張ってきたことが巡り巡っていくことで、新たな地位を手に入れることができるのかもしれませんね。様々な可能性がありますけれども、あなた自身がすごく嬉しいなとかですね、楽しみだなっていう気持ちもあるけれども、程よい緊張感もあるっていうことなので、今後ですね、よりよく進んでいけるのではないかなと思いますね。ずっと興奮した状態で歩んでいくとですね、どこかしら
ミスが見えるっていうこともあるかもしれないですが、緊張感もちゃんと持ってらっしゃるっていうことなので、そのあたり気をつけようっていうふうにですね、思ってらっしゃるっていうことだと思うので、これからですね、進んでいくことにおいても大丈夫そうな感じがしますね。そしてですね、周囲の人がどういうふうにあなたのことを評しているかっていうのがですね、ライバル視するような人も出てくるということですね。あなたがすごい人だということを今までもですね、認めている人がいたと思うんですけれども、さらにですね、あなたに打ち勝ちたいというか、負けないぞっていうふうにですね、気持ちを持っていらっしゃる方がいらっしゃるっていうことですね。そういう人とうまいことですね、ライバル関係を築いていけば、あなた自身も負けるものかというふうにですね、お互いに切磋琢磨していけるっていう関係につながることもあるかもしれないですね。ライバルっていうことなので、決してですね、蹴落とし合っていくとか、そういう感じの嫌な関係ではないと思うんですよね。どちらかというと、相手の方とあなた自身がですね、それぞれ能力が高いからこそ、上に上にというふうにですね、進んでいく良い関係性を築けるのではないかなと思いますね。だからですね、その人自体が悪い人というわけではないと思います。お互いにこれから頑張っていこうという感じですね。良き仲間でもあり、ライバルでもあるっていう感じなのかなと思いますね。あとはですね、あなた自身が新たなところへ行くということで、多分そうなると忙しくなっていくんじゃないかなと思うんですよね。それによって連絡がつかなくて寂しいと思われる人がいらっしゃるようなので、そのあたりですね、あなた自身が、例えばその未来において、新たな環境、領域に移動するっていうことになった時にですね、そこであなたがと浮かんだ人がいたとしたら、その人の寂しがってる可能性があるのでですね、よろしければお時間ができた時にでもですね、連絡を取ってあげるといいのかなと思いますね。その人もですね、あなたのことが好きだからこそ、きっとですね、連絡をしてもらえないっていうことが寂しいとか思ってるんじゃないかなと思いますね。例えば、メッセージとか送ってるけど、返信がないとかそういうことがあるのかもしれないですから、あなたがもしメッセージ、返信してなかったなっていうことがあればですね、返信してあげるとかですね、してあげてほしいですね。メールとかですね、電話とかでもそうですけれども、連絡してあげるとまた喜んでくださるし、その人との関係性も深まっていくかなと思いますね。まずはやっぱり自分自身のことを優先しなければいけないっていうのはあると思うんですよね。いろいろ頑張っていかなければいけないっていうのが未来であると思うんですが、その中でもですね、できれば、あなたのことを好きでいてくれる人たちっていうのは大事にしてあげてほしいですね。では、周囲ですね。実際どういう人がいらっしゃるのか。ワンドの8の正位置ですね。あなたに対してポジティブな気持ちを持っていらっしゃると。あなたと関係を良くするためにもっと会いたいなとか、連絡を取りたいなとか思ってらっしゃるっていうことでですね、あなたのことをですね、やはり慕っている方っていうのは多そうな感じがしますね。で、これからですね、もっと関係性を深めていきたいと、仲良くしていきたいというふうに思ってらっしゃる方も多そうなので、会えるのであれば会ってあげてほしいですし、連絡もですね、できるだけ取ってあげてほしいなと思いますね。そういう人たちっていうのは大事だと思います。あなたに興味があって、尊敬してたりですね、話したいなと思ってくださる方っていうことなので、これからですね、人間関係また新たに築いていくのって大変だと思うので、今のあなたの周りにいらっしゃる方、もうすでに好いてくださってる方っていうのは大事にしていきながら、自分の進みたい方向に進んでいくっていう風に動いていただければなと思いますね。お互いに良い気持ちを持って関係性を深めるっていうことが何より大事だと思いますので、よろしければですね、周囲の人に対してあなたもその気持ちっていうのはできれば返してあげてほしいなと思いますね。では、障害ですね。あなたの障害になることが何かというと、カップの9の逆位置ですね。誤りは認めた方がいいということですね。
そして不完全な自分を愛することが大事であるということでですね、もともとその過去で出ていたように陰者が出ていたっていうことなので、また運命の輪も出てくるような人なので、あなた自身っていうのはとてつもなくですね、経験値のある人でもあるし、運気を広げていける人だと思うんですよね。ただその中でですね、自分自身がうっかりミスをする。誰しも人間っていうのはミスをします。失敗をすることがある。それを誤りとしてちゃんと認めることが大事っていう風になってますね。あなたのことを尊敬している人たちっていうのは、とてもですね、経験が豊富だったりですね、技量があったりですね、いろいろと挑戦してみようとかいうですね、そういったところを買ってらっしゃるっていう部分もあると思うんですけれども、そこでですね、あなた自身が自分の失敗ですね、ミスなどをちゃんと認めて考えていく。次にはどうつなげればいいかっていう風にしていくと、ますます人間としてですね、大きくなっていくと思うので、周囲の人たちもですね、ますますですね、あなた自身にいいなと、素敵な人だなと思ってくださるんじゃないかなと思いますね。またそういったですね、自分自身がミスしてしまうとか、誤ってしまうとか、そういったところは、どうしても不完全な自分であるということにはなると思うんですよね。完全な自分ではない。あなた自身が完璧主義者とかだったらですね、やっぱりそのギャップに苦しむこともあると思うんですけれども、人間は誰しもですね、完璧になるっていうことは難しいです。あなたもその人間であるがゆえにですね、失敗もしたりですね、そういったこともあると思います。それは不完全であると。それを愛せないっていう風に動くことが良くないっていうことですね。それで逃げてしまって、いろんなところからですね、自分の失敗を認められなかったりですね、自分を愛せなかったりとかですね、そういったところにつながっていくと思いますので、そういった悪いところ、欠点すらも不完全であるけれども、自分自身なんだということですね。愛してもらえればなと思いますね。それが障害を克服するきっかけになると、そういう風に出ておりますね。では最終結果ですね。肯定の逆位置になります。自分の未熟さと直面する時になります。それとともに優しく穏やかな時を過ごせるっていうことなので、先ほどに出た障害につながる部分ではあるんですけれども、あなた自身が自分自身とても経験値も高くて、いろんなことができる方なんですけれども、それでもですね、やっぱり自分に足りないところを見つけてしまうことがあるっていうことですね。それと対峙してしまう時がある。でもそれをちゃんと認めることが大事っていうことですね。それでいて、あなたのその最終的な結果っていうところに出てくるのは、穏やかな時間をちゃんと過ごせるっていうことなので、それを認めながらですね、安心した気持ち、安定した環境をですね、築いていけるっていうことかなと思いますね。そしてですね、その中で周囲の方があなた自身どう思っているかというのがですね、一方通行かもなと不安に思っている人がいらっしゃるっていうことで、あなたが人間としてですね、一回りも二回りも成長すればですね、尊敬する人、あなたを尊敬している人だったり、慕っている人っていうのはですね、自分ばっかりがその人の、あなたのことを好きなんじゃないかとかですね、慕っているんじゃないかとか、恋愛に限らずともですね、やはり人間関係の一方通行ってあるんですよね。友人であれ、職場の仲間であれ、好意を持つっていうことはあるんですよね。人間としての好意ですね。好きだなって思うこと。だけれども、それが自分ばっかりなんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃるっていうことなので、もしもですね、そういうふうに不安に思ってらっしゃる方がいると見つけたらですね、その人にもあなた自身が人間としての愛を返してあげる。一番わかりやすいのはやはり優しくすることっていうことなのかなとは思いますけれども、あとはですね、一緒に話すとかですね、長く過ごしてあげるとかですね、教えられることは
しっかり教えてあげるとかですね。そういう風に動くといいのかなと思いますね。その人とまた過ごすことでですね、あなたの時間っていうのもですね、より穏やかな方向に向かっていくかもしれないのでですね、よろしければそのように動いていただければと思いますね。では助言ですね。ペンタクルの10の逆位置ですね。けじめのある振る舞いをしてください。慢心は現金ですね。見落としに注意ということでですね。けじめはですね、あなた自身おそらくこの感じを見てるとあるとは思うんですけれども、改めて意識していただければというふうに考えていただければいいかなと思いますね。あとは、あなた自身がこれはできると思っていることが実はできなかったりとか、そういうこともあると思うんですよね。自分の調子が悪かった時とかですね。そういうこともあるので、そこは改めて気を引き締めていただければですね。で、ミスだったりですね。誤りだったり、そういったことも誰しも起こります。あなたがどんなに自分をですね、律したり厳しくしたりしてもですね、できないときはできないと。そういうふうにですね、思っていただいて、注意深くですね、自分のやることっていうのを見ていただくといいかなと思いますね。時には自分の足元を見てもらうというふうにですね、してもらえればいいのかなと思います。オラクルカードの1枚目が豊かさですね。繁殖繁栄。時間をかけて畑を耕し、その努力が実を結んでいるのです。まさしくこれはあなたを表しているようなカードですね。あなた自身が今までにですね、頑張ってきたこと、そういったところがちゃんと実を結んでいるということですね。それがあなた自身の好かれるきっかけにもなりますし、慕われている理由ということにもなるかなと思いますね。あなたの今までの頑張ってきたこと、これは畑としてですね、表しておりますけれども、まさにですね、コツコツと畑を耕していって、食物だとか、花だとかですね、そういったものを植えて、自分自身でですね、大きくしていく、実らせていくっていうことが、ちゃんとできていますよっていうことですね。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたは良い調子です。続けてくださいということですね。あなた自身は、これからもですね、ポジティブな方向に進んでいけると思います。だからこそそのまま続けていって大丈夫ですよというですね、後押しカードになっておりますね。そしてオラクルカードの3枚目がポーション、薬品ですね。自分自身を愛する練習を忘れないでくださいということですね。これはですね、先ほどの障害のところにも出てきましたけれども、あなた自身はもしかしたら完璧じゃない自分を愛せないかもしれない。だけれども、誰もがですね、完璧ではないっていうことを忘れないでくださいね。あなたも他の人とは変わらないんです。結局ですね、完璧ではない部分もある、不完全な部分もある、欠点だってたくさんあると思うんですよね、それぞれね。そういったところもですね、ちゃんと自分で愛してあげる。そういった練習っていうのをですね、してあげてくださいね。こういったところはできなくってもですね、他のことはできるし、まずは自分自身がですね、できないことを責めるのではなくて、できたことを褒めてあげるっていう方向にしてあげるとですね、少しずつ自分のことを愛すっていうですね、練習もですね、しやすくなっていくのかなと思いますね。できたことを認めてあげることですね。これができなかったけれども、だけど自分はこれができたんだっていうふうにですね、そういうふうに褒めてあげてください。では、ルノルマンカードですね。怒りです。安定しているので、長期的な目標を立てて進めましょうということですね。そうですね。あなたの場合はですね、全体的にはとても安定はしていると思います。途中で新しいところへですね、向かっていくっていう、挑戦をしていくっていうところはありますけれども、それでもですね、ちゃんとあなたの中で、緊張感もありますし、進んでいきやすいと思いますね。で、最終的にもですね、ちゃんと優しい時間を過ごすということもできますので、その中で目標を立てて進むっていうのが、長期的な目標、結果を残すためにこういう風に
していこうというですね、小さな目標を少しずつ立てていって、そして大きな目標へと到達していくっていう方向に動いていただけると、もっとですね、あなたにとってより良い方向に向かっていけるのかなと思いますね。そうですね。とにかくですね、周りの人っていうのがあなたのことを好きっていうのには全体的にありますね。で、ただ、あなたがもしかしたらですね、ちょっと疎遠になってしまうというか、忙しかったりとかでですね、どうしても人の周りの人たち相手はできないとかそういうことはあると思うので、それは仕方ないんですけれども、そういった時にですね、やはり寂しさを抱えてしまう人がいるっていうことなので、それだけ慕われているんだなっていうことは変わりないとは思うんですよね。だからこそその慕ってる人たちを大事にしてあげてほしいなと思いますね。その人たちと関係性をまた深めてもらって、その中でまた自分自身もですね、人と関わることで成長していけるっていう部分もたくさんあると思いますので、その人たちにいろいろと教えたりですね、話をしながら自分自身もこれからですね、長期的な目標のためにですね、進んでいってほしいなと思いますね。それではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果ですね。あなたの評判と噂ですが、あなたのことを頼れる人だと思っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、時にはですね、会話のノリが合わないななどとですね、ちょっとですね、相性の悪い人っていうのもいらっしゃるような感じですね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドのエースの逆位置です。交代のあった時です。後ろ向きに下がっちゃうっていうことですね。やる気が出てこなかった。過去はですね、あなた自身があまり積極的には動ける状況ではなかったっていうことですね。ご自分の心の内でもですね、頑張るぞっていう気持ちにちょっとなりにくかったのかなっていう部分がありますね。で、そこをですね、やはり周囲の人たちっていうのもですね、見抜いていたというか、見ていたという感じでですね、無気力で何を考えているかわからないと思っていたっていう感じですね。やる気がないっていうことなので、そこがですね、どうしてもですね、周りの人からも大丈夫かなっていうふうに思われてらっしゃったっていうことですね。これはですね、過去のことではあるので、あなた自身がこれから変わっていくっていう可能性の方がですね、今のカードさんを見てても思いますので、もうこれはですね、置いていくっていう感じでいいと思いますね。では現在ですね、こちらがペンタクルの10の正位置ですね。安心な環境で動ける時ですね。何かを受け継ぐことで発展する運気でもあるということです。そうですね。過去ではですね、何もかもあまりやる気が起きなかったっていう感じだったんですけれども、現在はご自分でも動けるかなっていう環境が整ってる感じですね。で、もしかしたらですね、中には何かを受け継ぐことがあるかもしれない。受け継ぐっていうのがですね、わかりやすいものだとお金とかそういったことになると思うんですけれども、それだけではないとは思うんですよね。ペンタクルっていうのが物質的なものではありますけれども、ある意味ですね、精神的なものを受け継ぐっていう可能性もありますし、あなたに何か志をですね、受け取ってほしいとかですね、そういったところ、そしてそれを持って進んでいってほしいとか、そういうものがあったのかもしれないですね。それによってあなた自身がこれからもっともっと良くなっていくっていう感じですね。もちろんですね、こういった出来事があまり思い当たらないなっていう場合でもですね、ちゃんと安心して過ごせるっていう部分はありますので、そこでですね、しっかりと自分のやりたいことをやってもらえればと思います。その中で
周囲の人たちがあなたに対してですね、どう思っているかっていうのは、信頼ができる人であり、大切な関係であるというふうに思ってくださる方もいらっしゃるということですね。何より信頼ができるっていうことがですね、一番大事かなと思いますね。あなたのことを頼りにしているし、信頼ができるっていうことはですね、いろいろと相談事だったりですね、何でもですね、話すっていうこともあるかもしれないですね。中にはですね、あなたとの人間関係においてものすごく大切であると。このまま一緒にいられたらいいなというふうにですね、大事に思ってくださる方もいるっていうことなので、そういった面でもですね、現在においては人間関係も恵まれていくような感じなのかなと思いますね。では未来です。こちらがペンタクルの2の逆位置ですね。キャリアと私生活とのバランスを取ることが困難になるということですね。ということなので、どうしてもやりたいことのペースダウンがあるかなっていうのはありますね。ご自分自身の中でですね、うまいことですね、バランスを取るって言ったってですね、キャリア、お仕事とか、ご自分のやることとかですね、そういったことだと思うんですけれども、そっちはどうしても、例えば上司の命令だったりですね、クライアントさんの頼みだったり、そういったところが出てくるので、自分だけでどうにかできるかっていうと難しいところではあるのでですね、そのあたりがちょっと大変かなっていうのがありますね。あまりにも自分にばかり重荷が来るような感じであれば、ちゃんとですね、相談していって、できることとできないことっていうのをしっかり整理していただいて、それで少しでもですね、自分自身が負う責任っていうのですね、負いすぎないようにですね、荷物を減らすっていうことはしていただいた方がいいですね。で、そうなってくるとですね、周囲の方の中には、あなたと会話のノリが合わないというふうに思われる方もいらっしゃるということでですね、これはですね、どうしてもあなた自身がお忙しいっていうことで、そこがですね、周囲の人たちにとっては、もしかしたらあなたとじっくり話したくても話せないっていうところがあるのかもしれないですし、もともとその人と相性が悪くって、どうしても話していくと、お互いになんか違うなっていうふうに思っていらっしゃる。そういう可能性もあるってことですね。これに関してはですね、周囲の人全員があなたに対して会話のノリが合わないなんてことはないと思うので、ここで出てきたっていうことは、結局その人の評判というか、何かが強いっていう、感情が強いっていうことだと思うので、その人とあえてですね、話す必要はないのかもしれないですね。どうしても必要なことだけ話していって、それ以外のことはですね、あなたのことをですね、大事にしてくださる人としっかり話していただくっていう方がいいと思いますね。あえて、その人とうまく会話をやっていかなくちゃって思うとですね、それが自分の中の精神的な負荷になってしまって、もともとバランスを取るのが大変だったのが、もっともっと大変になってしまう。やりたいこともやれなくなってしまうっていうことにもなりかねないので、そうならないためにもですね、自分自身のその人間関係を未来ではあまり無理はしすぎないっていう風に動いていただくのがいいかなと思いますね。では周囲ですね、実際どういう人がいらっしゃるのかっていうのはですね、これがやっぱり未来に大きくつながってくるのかなと思うのが、助教皇の逆位置なんですけれども、心に余裕がない人ですね。で、その人っていうのはストレスがあるっていうことで、あなたに冷たい態度をとってしまうっていうことがあるみたいですね。で、そういうふうにですね、自分の勝手な感情のことであなたに対して冷たくしたりとか、態度がきつかったりとか、そういうことっていうのはやっぱり精神的に未熟である人っていうことなので、その人に対して、この人に嫌われてしまったって落ち込む必要はないのではないかなと思います。冷たくされた時はですね、落ち込むと思うんですよね。私だってやっぱり話していくうちに、なんだかこの人に冷たい態度取られてるって思ったらですね、その時は落ち込むし、
ちょっと悲しいなって思っちゃうと思うんですよね。そこはですね、気にするなっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけれども、でも、この人自体は、やはりそうやって自分の嫌なところ、ストレスとかを全部外に発散して、相手に対してですね、あなたに対して、ある意味、あなたが関係ないかもしれないのに、そうやって八つ当たり的な感じでやってくるっていうことなので、そういった部分をですね、ある意味こういう人なんだというふうにですね、一旦受け止めていただいて、そこであまりですね、その人に対して深入りしすぎない、もうこの人に好かれなきゃっていうふうに動く必要はないっていうことですね。この人自体はまだ自分の精神がですね、自分の年齢に合った風になってない、成熟していってないっていうことなので、その成熟してない人を相手にするのってすごく大変だと思うのでですね、もう本当に無理なくある程度の距離をとっていただいて、それで、接する必要がある時だけ接するっていう感じでいいと思いますね。これはやっぱり未来のその会話のノリが合わないっていう部分にもつながってくるのかなと思いますね。どちらかというと、あなたに対して会話のノリが合わないっていうよりは、お相手のその周囲の人っていうのが、もともと余裕がないっていうことみたいなので、あなたが気にしすぎる必要はないのかなとは思いますね。一旦気になって落ち込んだらですね、はい、次って切り替えていただくっていうことで、進めていただければと思いますね。では、障害です。ワンドのページの逆位置ですね。あなたにとっては慎重すぎることが障害になるということなので、もっとエネルギッシュに動いて大丈夫ですね。あなた自身の積極性っていうものが鍵になるっていうことですね。忙しかったりとかがあるので、なかなかですね、その点でも大きくは動けないとは思うんですけれども、自分自身がそこでストップをかけるんではなくって、できるだけ進むように動いてもらうっていう方がいいのかなと思いますね。リスクを考えて動かないよりは、しっかり動いた方があなたにとっては道が開きやすいっていうことだと思いますね。では最終結果ですね。力の正位置です。自信や穏やかな強さ、勇気を持って困難に対処できます。仲間の協力も得られますということでですね、最終的にはですね、あなたのもとに力がしっかりと降り注ぐ、まさに力の正位置ですからね、そのままといえばそのままなんですけれども、あなたにとってはですね、困難にも対処できる、そしてその力をですね、存分に発揮することができますので、あなたの活躍っていうのはですね、かなり大きくなっていくのかなと思いますね。それでいて、信頼できる仲間っていうのもしっかりできるようですね。あなたのためを思ってですね、いろいろと助けてくださる方っていうのもいらっしゃりそうなのでですね、その人たちの助けはしっかり借りてもらえればと思いますね。そしてあなた自身がどういうふうに評価されているかとかですね。そういったところは頼れる人で敬うべき相手だと思われるということなので、あなた自身のことをまたポジティブな気持ちでですね、思ってくださる方がいらっしゃるっていうことですね。敬うべき相手だということはですね、それだけあなた自身に尊敬する点がたくさんあるということですので、そこをですね、あなたはそのまま伸ばしていっていただければなと思います。人がそういうふうに思うっていうことはですね、それだけあなた自身にですね、たくさんですね、魅力ある部分があるということですね。秀でた部分がたくさんあるからこそ、いろんな人がですね、あなたのことをですね、いいなと思うわけですよね。尊敬しているっていうことですからね。そういったところはですね、大事にしていただければと思いますね。では助言ですね。こちらがペンタクルのナイトの正位置ですね。地道な積み重ねをしていきましょう。成功を思い描いて進めていきましょうということでですね。忙しかったりですね、いろいろと慎重にとかですね、そういったところがあったとは思うんですけれども、あなたの場合はですね、地道にしっかりとですね、こなしていくことで、実っていくものがたくさんあるっていうことですね。で、具体的にですね、
成功を思い描くという目標があって、その目標に到達した時に自分がどんなことを得られるかとかですね、そういったこと、しっかり思い描いて進めていくことで、またより具体的にですね、あなたのところにですね、結果が返ってくるっていう感じですね。そのあたりをしっかりとですね、大事にしていただければと思いますね。ペンタクルのナイトですから、勢いもありますし、ペンタクル、まさにものですね。ちゃんとあなたに戻ってくるもの、返ってくるものがありますので、そういったところをですね、ちゃんとゲットするためにもですね、あなた自身がこういったことをやっていくっていう風にしていただければなと思いますね。では、オラクルカードの助言ですね。1枚目が自然です。自然とつながるということでですね、この自然とつながるっていうのが、私としてはですね、ネイチャー、自然っていう意味にも考えられたんですけれども、今回においては人間関係の方を見ているような感じなので、あなた自身が普通にこう過ごしているだけでですね、人っていうのが近寄ってくる、自然と縁っていうものができるというふうにですね、思っていただくといいかなと思いますね。これまでのあなた自身の様々な部分を見ていてもですね、何か自分自身がちゃんと好調な感じで動けていればですね、お相手の周囲の人たちっていうのもですね、それについてくるっていう感じがしましたのでですね、それをですね、わざわざ自分から働きかけなくってもですね、周囲の人たちが自然と集まってきますよっていうふうに思っていただくといいのかなと思いますね。中にはですね、先ほど周囲のところに出てきたような、ちょっと未熟な人もいらっしゃるにはいらっしゃいますけれども、そういった方っていうのは一部ですからね。大多数の方はあなたのことをしっかりとですね、好いておりますし、敬っているというところがありますので、そこをですね、大事に思っていただくといいのかなと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、時々恐ろしい感情が決して終わらないように感じることがある。耐えて待つことが重要です。それは決して続かないからです。ということですね。やはりですね、自分自身に余裕がない時だとか、精神的に落ち込む時っていうのはどうしてもありますよね。それはずっと終わらないように感じるっていうのは確かにあります。そこをしばらく待っていればですね、必ずそこの気持ち、恐ろしい予感とかそういったところから脱することができます。実際あなた自身は最終結果で自分自身の力によっていろんなことを打破することができるというふうになっておりますので、続かないっていうことがよくわかりますよね。そういうことですね。時々やっぱりですね、自分の中で不安だとかですね、怖いなって思うことあると思うので、そういう時はですね、自分には力があるんだと、ついてきてるんだというふうにですね、思っていただければと思いますね。そして、オラクルカードの3枚目が、金、ゴールドですね。あなたを治すために他の人は必要はありませんということでですね。もちろんですね、たくさんの人に助けられる部分っていうのはあるんですけれども、根本的にあなたを助けるのはあなた自身ということですね。実際あなたはですね、しっかりと自分の目標を持って進めるような感じがありましたのでですね。そこにですね、他の人が介入することはもちろんありますけれども、まずはあなたが自分自身で動くこと。それによって自分の中の金ですね。輝かしいもので手に入れることができるっていうことですね。障害にもありましたような慎重すぎるっていうのは、まずあなたにとってはですね、困難になってしまうっていうことなので、しっかりと動いていくぞっていう気持ちを持っていただければなと思いますね。では、ルノルマンカードですね。鳥です。こちら、英語だとオールって書いてありますね。袋ですね。可能性は一つではないので、様々な選択肢を考えてみましょう。コミュニケーションを大切にしてくださいということでですね。
進むためにですね、今から未来っていうのはやっぱり枝分かれをしていきますので、その中でですね、自分自身、これしかないっていうことは絶対にないはずなので、いろんなですね、選択肢、可能性を考えていきましょう。それによってですね、あなたの進める場所っていうのは、もっともっと広い方向に行くということですね。で、その中でですね、周りの人とのコミュニケーションも大事にしていただければと思いますね。黒っていうのがですね、知性のある、森の賢者と言われてますからね。そういったところでもですね、あなた自身が深く考えていけばですね、しっかりと自分の中の正解を見つけることができるのだと思いますね。そうですね。時にはですね、あなたとどうしても相性が合わないっていう人がいらっしゃることはあるんですけれども、やはりその人っていうのは、その人自身の問題を抱えていらっしゃるっていうところがあるので、そこをですね、わざわざ自分からですね、気にして、何でもかんでも聞くっていうことはしなくていいと思います。その人とは一定の距離を保っていただく。それよりは、あなたのことを大事に思ってくれる人、信頼してるよって思ってくださる人の方を大事にしていただければと思いますね。そして今後ですね、あなたにとってはですね、とても良い結果をもたらされるような感じになっておりましたので、安心してですね、慎重になりすぎないように、しっかり積極的に動いていただければと思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C のあなたの評判や噂ですね。あなたのことを心配していたりですね。または良い仲間であると思ってくださってる人がいらっしゃるっていうことですね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ソードの3の正位です。深い悲しみに溢れた出来事があったということですね。あなたが辛いことがあったんだと思いますね。で、そのことによってですね、本当に傷ついていらっしゃったと思うんですよね。だからこそ、感情がですね、時には溢れ出してしまうこともあったと思います。そうすると周囲の人からすると、人によってはですね、あなたのことを言い方がきついなとか思ったりですね。で、心配する人によってはですね、あなたの起こったことに触れない方がいいんじゃないかと悩んでらっしゃる方もいらしたということですね。それはあなた自身がとても痛みを感じているっていうのが分かっているからっていうことですね。あなたの痛みをまたこじ開けてしまう。傷ついたことのまた傷に塩を塗るって言いますけれども、そういった風にですね、周囲の人、その人があなたに対してまたそれを思い出させてしまうんではないかっていうですね、心配とかですね、そういったところもあって、その過去の出来事っていうのにですね、触れられないっていうことがあったかなと思いますね。で、あなた自身ですね、やはりその時期っていうのがとても暗い感情を抱えてらっしゃったと思うんですよね。精神的にものすごく落ち込んでらっしゃったと思うので、そういったところでもですね、周囲の人っていうのは心配ではあったと思いますね。でもやっぱりあなたのその強い感情、強い言葉などには、どうしてもですね、周囲の人たちっていうのも傷ついてる部分はあったと思うのでですね、そこはですね、今、受け止めてあげる必要はあるのかなとは思うんですけれども、でもあなた自身がまずね、メンタルの回復をしていくっていう必要はあると思いますね。過去の辛い部分っていうのをいつまでもいつまでもですね、ずっと抱えていて、悲しい気持ちが時に思い返すような感じになってしまうっていうのも辛いと思うのでですね、そうならないためにも少し回復していくように、ちょっとずつでもいいのでですね、自分を大事にしていただくっていう風に動いていただければなと思いますね。そうすることによって、あなた自身もありますし、周囲の人たちを大事にするっていうことにもつながると思いますね。
では、現在ですね。こちらが太陽の逆位置ですね。明るい時、幸せな時と悲しい時が入り混じったり、問題が見えにくくなったりするかもしれないということでですね。まだまだですね、あなたの傷っていうのは残ってらっしゃる状況っていうことですね。もちろんですね、いつも辛いわけじゃなくって、現在においては楽しいことだって多分あなたにとってはあるとは思うんですよね。でも時にですね、その悲しみ、思い出だとかがですね、ぶり返してきたりとかですね、そういったところでいろいろと感情がですね、目まぐるしく変わるようなこともあると思います。で、そうやって自分の中の感情が整理できないまま進んでいるっていうことがあるので、今何かしら問題があった時にそれがですね、見えにくくなってしまうっていうのはあると思いますね。あなた自身がものすごく落ち込んでいるとかですね、そういった時には目の前のことしか見えなかったりですね、周囲のものだったり、自分が何か見落としてるとかもなかなか気づきにくいっていうところはあると思いますね。ただその中でもやはり癒される時間っていうのは必ずあるはずなので、そういった時を大事にしてほしいなと思いますね。まず自分のメンタルをちゃんとですね、大事にしていただくっていうことが一番ですからね。で、そういったところでですね、周囲の人はどういうふうに思っているかっていうのがですね、心からの笑顔を向けてもらってないなとは感じてらっしゃると。そして遠慮しているようにも見えるっていうことでですね、そのあたりをですね、あなた自身がそこを表現できてないというか、表現できるわけがないですよね。今までがね、辛かったんですから、それは当たり前だと思います。やっぱりちょっと無理してる部分があるっていうことなんだと思うので、そのあたりで周囲の人はすごく心配してらっしゃるなと。で、相談とかですね、話してほしいとかそういうこともあるみたいなんですけれども、あなた自身がとても遠慮してらっしゃるなと、なかなかね、気を使ってくださってるんだなっていうのも伝わってると思うんですね。で、周囲の人たちも、それに対してですね、どういうふうに返していいだろうというか、あなたのことは気にはなってるけれども、あまり踏み込みすぎていいものかどうかっていうのが悩んでらっしゃるのかなっていうのがありますね。きっとそれはですね、あなたのことをものすごくよく見てらっしゃる人だからっていうのがあると思いますね。見てらっしゃるってことはそれだけあなたに好感を持ってらっしゃるし、頼りにされることがあればですね、ちゃんと助けになりたいなと思ってらっしゃるからこそ、そういうふうに思ってくださるあなたのことをですね、評していらっしゃる人がいるっていうことだと思いますね。では未来ですね。こちらがカップの4の正位置ですね。何か新しいことに挑戦するのに対して躊躇している状況ですね。で、恵まれた状況に気づく必要はあります。ここはですね、やはり今からまたどんどん進めていくっていう段階になるので、まだまだちょっと無理ができないことがあるのかもしれないですね。今後もですね。で、新しいことを始めるまでには勇気もいりますし、で、心のですね、整理だとかそういったところも必要だと思うので、それによってですね、まだ一歩進むのが怖いなと思ってらっしゃるんでしょうね。ただですね、カップの4っていうのはそもそも恵まれてる状況が実はですね、あなたが見えてないところでたくさんあるっていうことを表しているので、そこにですね、気づいてしまえさえすれば、おそらくあなたにとってはこれからはですね、もっともっと明るい方向に進めるとは思うんですよね。で、今私の方がこうやってお話しさせていただいたので、何かしら見つけられることはできるかもしれないので、これをヒントにですね、できればその未来においてはですね、進んでいってほしいなとは思いますね。無理はしなくてもいいんですけどね。そこはですね、やっぱり自分の心を第一で考えていただくのはこれまでと変わらないんですが、そこで自分のチャンスの発見があった時に動こうと思われるのであれば動いてみてほしいなと思いますね。で、周囲の人っていうのもどういうふうに思っているかっていうのはですね、悩みを抱えているなと思っている、声をかけるべきか悩んでいるということで、心配してらっしゃる
人っていうのがずーっといらっしゃいますね。その人がなんで声をかけるべきか悩んでるのかっていうと、多分この人もすごく優しいんだと思いますね。あなたのことを気にするあまりに、もしかしたら自分が声をかけて話を聞いた時に、あなたをですね、また傷つけることになってしまうとか、聞き方によってはですね、あなた自身がまたですね、過去のような思いを持ってしまうとか、そういうことですよね。そういった心配もしていらっしゃるのではないかなと思いますね。ただやっぱり目に見えて悩みを抱えてるっていうのはわかるぐらいなので、結構あなた自身がですね、表情としては出やすいタイプなのかもしれないですね。それをちゃんと見ていてくれて、で、ちゃんと心配もしてくださってるっていうことですね。それはですね、忘れないでほしいなと思います。万が一あなたがその人に相談をしなくてもですね、心配してくれる人がいるんだっていう、周囲の人にですね、あなたのことをちゃんと思ってくださる方がいらっしゃるんだよっていうことをですね、覚えていてほしいなと思いますね。それだけでも全然気持ちも楽になるとは思うので、できればですね、やっぱりあなたが一人で抱え込むよりは誰かに話したりとかですね、そういうふうに動いてもらう方が安心なのかなとは思うんですけどね。でもこれはやっぱりタイミングとかもあると思うので、あなたの無理のないようにですね、タイミングがあったら誰かに相談するとかですね、心配してくれる人にですね、話してみるとか、そういう風にしてみてください。とにかくですね、未来においてはちゃんとですね、前向きになれるチャンスもあるっていうことなので、そこをですね、見つけてもらえればなと思いますね。では周囲です。当の正位置ですね。腹を割って話せる人が周りにいます。あなたの暗い気持ちを解放して終わらせてくれる人もいらっしゃるっていうことなので、あなたがもしよろしければですね、そういう人に話してもらえればと思いますね。あなたがずっと抱えてること、辛いこと、傷ついてきたこと、そういったことをちゃんと終わらせてくれる人が近くにいらっしゃいますよっていうことなので、多分あなた自身も遠慮してる部分があるとは思うんですけれども、一度話してしまえばですね、腹を割って話せるみたいなので、そこのタイミングですかね、話せるぞっていう時が来たらですね、その周囲の人としっかり話してもらえればなと思いますね。その人に話を聞いてもらったりですね、もしかしたらアドバイスをくださるかもしれない。そういったことでですね、あなた自身のこれまでのですね、悲しい気持ちっていうのがですね、解放されていくなら、それはすごくいいことだと思うのでですね、よろしければですね、そういった人がいるっていうことで、動ける時にですね、その人に対して話しかけてもらうっていう風にしていただければと思いますね。では、障害ですね。ペンタクルの9の逆位置ですね。自分をよく見せようとすることや、辛いことや悲しい思い出に蓋をして、自分に嘘をついて過ごさないことが大事という風になっておりますね。これはですね、ただ、周囲の人たちも、あなたがどれだけ悲しんでるかっていうのは伝わってるので、あまり自分自身を無理して演じる必要はないのかなと思いますね。それが結局あなたの傷をですね、もっともっと深めてしまう可能性があるということでですね、自分の感情に自分で嘘をついてしまうと、そこに、その時は大丈夫かもしれないけれども、後々ですね、蓋をしたものがですね、開いてしまう。それで一気にまたですね、暗闇のところに戻ってしまうっていうことがあるので、そうならないためにですね、自分の正直さ、素直さっていうのはしっかり出していきましょう。でですね、遠慮せずにですね、自分自身は大丈夫ですよっていう風にしなくて大丈夫だと思います。辛い時は辛いと言ってください。それで、周囲の人たちは、やっぱり話しかけてよかったんだっていう風に思ってくださると思うのでですね、それでまた打開策が見つかるかもしれませんので、そういうね、障害になるっていうことなので、そこをですね、なくしていきましょう。では結果ですね、最終結果は、世界の正位置ですね。これからは成就していきます。そして、現状打破をしていくので、悲しみや辛さからも解放されていきます。最高のハッピーエンドを迎えます。よかったです。本当にね、これまで苦しまれてきた、そういったところからですね、最終的には世界に
いくということですよね。世界最も大アルカナで大きなカードですから、これはですね、一番より良いカードだと言われてますし、あなた自身がですね、幸せな環境に身を置くことができるということで間違いないと思いますね。最高のハッピーエンドっていうことですけれども、もちろんですね、この最終結果っていうのは、この占いの中での結果っていうことなので、ハッピーエンドを迎えた後にも、あなた自身の人生っていうのは進んでいきますから、その後にですね、またいいことっていうのはたくさん訪れると思います。これからをですね、楽しみに過ごしていってほしいなと思いますね。そしてですね、周囲の人たちがあなたのことをどう思っているかは、良い仲間であなたの居場所を作りたいと思っているっていうことなので、これまで以上にですね、あなたのことを最も大事にしてくださる人が最終的にはそばにいらっしゃるっていうことですね。あなたのために安らげる場所、あなたが癒せる場所っていうのをちゃんと作ってあげたいと。そしてそこにですね、しっかりとあなた自身とその周囲の人たちが楽しく過ごせる。そういうふうなことを考えてらっしゃる人が現れるっていうことですね。もちろん現れるのじゃなくて、今までずっとですね、あなたのことを心配し続けてきた人、そういった人がですね、あなたと話を交わしていくことで、もっともっとですね、あなたのことを大事にしたいなって思ってくださったのかもしれないですね。そういうふうなあなたとの仲間としてのですね、絆をどんどん深めていきたいと思ってくださる方がいらっしゃるようなので、人間関係においてもですね、あなた自身は結果的にはですね、とてもより良いものを築いていけると思いますね。本当にですね、ここに至るまでが大変だったと思うんですけれども、ちゃんとですね、これからはあなた自身の思いですね、もっともっとですね、輝ける場所につながっていくっていうことですね。あなたが目指している場所、目的だとかもきっとですね、世界ですからね、達成していけるのではないかなと感じますので、最も前向きなカードとしてですね、嬉しい結果になったので、私も嬉しいです。では助言ですね。こちらがカップの8の正位置ですね。次のステージに進む必要があります。重荷を手放しましょうということで、そうですね。ここもやはりですね、あなた自身が周囲の人に自分のタイミングで話すことで辛いことだったりを解放していく、そういった部分で重荷を解放していくことが必要なんですよっていうことですね。でですね、ずっとその思い出にとらわれて動かないんじゃなくって、自分の中でですね、区切りができたら進んでいくと。それまでにしっかり自分自身の心を回復していただいてですね、回復期間が終わったら新たな道へ進んでいきましょうということですね。そういった部分もですね、大事にしながら動いていってほしいなと思いますね。では、オラクルカードの助言ですね。1枚目が再生です。新しい人生、新しい始まり。物事もあなたも前に進んでいます。まさにそうですね。今までの辛い部分ばかりが見えてきた世界とはまた違う。変わっていくっていうことですね。あなたはちゃんと生まれ変わっていくんですよっていうことです。前に進むっていうことが大事というか、前に進めるんでしょうね、あなたは。きっとですね、今後。自分自身が意識せずともですね、いずれはですね、最終結果に行きつけるように、自分が前に進むっていうことができるんだと思いますね。そこに、自分の中の新しい生き方だったりですね、何かしら始まりが迎えられることができたりとかですね、そういったことがあるんだと思います。そして、オラクルカードの2枚目が、すべてが怖くて自分が弱いと感じても、それは何かがうまくいかないという意味ではありません。不安な感情は通常現実を示すものではありませんということですね。不安だと思います。これからもですね、これだけいい結果が出たと思ってもですね、今までのことがあればですね、不安っていうのは抱えてしまいますよね。ただ、その不安な感情が現実を反映するわけではなくって、あなたのその不安さえですね、なくなっていけばですね、もっと自分のその前向きな現状に目を向けることができるのではないかなっていうことですね。
何かがうまくいかないと思いながら何もできないっていうよりは、これが自分できてるじゃないかと。目標に向かって何かやれてる。そんなですね、大それたことでなくてもいいんですよ。毎日ちゃんとお仕事行ってて偉いとかですね。毎日ちゃんとこの時間に起きて偉いとか、そういったことでも小さなことでも構わないですね。例えば、靴を揃えてる偉いとかですね。そういった面でもいいんですけれども、そういうですね、自分の良いところ、明るい部分っていうのを見ていくことで、これが現実であると。全部が全部うまくいかないわけではないということですね。怖いですし、自分は弱いと思ってしまいますよね。だけれども、大丈夫。ちゃんとですね、弱かろうとですね、怖かろうとですね、あなたの人生っていうのは確実にですね、世界のようにハッピーエンドを迎えるために進んでいるんですよっていうことを考えていただければと思いますね。そしてオラクルカードの3枚目が悪の女王ですね。あなたは砂糖に値します。塩ではありません。ですね。これからはですね、甘い、優しいですね、気持ちになれるような人生が待っております。塩のような酸っぱいじゃないですね。塩辛いですね。塩辛い感情ばかりをですね、持つようなことにはなりませんよということです。あなたにはちゃんとお砂糖がたくさんやってきますよ。あげますよっていうことですね。そしてルノルマンカードは月です。あなたは修復していきます。不調でもしばらくは様子を見てみましょうということで、傷ついてきた心もですね、次第に修復していきます。そしてあなたの場合はですね、人の助けを借りながらですね、また修復を早めることもできます。不調な時っていうのはどうしてもあると思うので、そこはですね、しばらく様子を見ながら回復期間をちゃんと自分の中で設けてですね、過ごしていただければと思いますね。そうですね。過去、現在、未来においては、あなた自身がですね、まだまだその過去の思い出から脱しきれてないっていう部分があったので、私自身も心配でしたし、周囲の人もとにかく心配してらっしゃるっていう状況ですね。で、やっぱり悩みを打ち明けてもらえればですね、ちゃんと助けになりたいなと思ってくださってるという感じでしたので、あなたのタイミングでですね、よろしければ、そういったこともですね、周囲の人に伝えてみるっていうのもいいと思いますね。で、最終的にはですね、あなた自身の最もですね、より良い結果っていうのが待っていますから、そこに進めるんだというふうにですね、思っていただいて、無理はしない。回復期間はちゃんと作る。そういうふうに動いていってください。それによって、またですね、あなた自身が傷ついてきた心を修復しながら動いていけると思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。